トランプ大統領が新たなイラン空爆を準備しているのだ。それも交渉が決裂したらという条件付きで、あと数日で決断が下される可能性があるのだ。ああ、ちょっと待ってください。数日って交渉の余地がもうほぼないってことですか？でも日本のガソリンはどうなるんですか？その通り、今日は3つの深い層を掘るのだ。まずはトランプ政権の秘密の決断プロセス。次にホルムズ海峡がなぜそんなに重要なのか。最後に日本の生活が実際にどう変わるかを数字で示すのだ。昨日金曜日の朝、トランプはホワイトハウスで極秘の会議を開いたのだ。アクシオスというメディアが最初に報じたのだけど、中身はかなり具体的だったのだ。もし交渉で妥協できなかったら新しい攻撃を実行する。交渉ってどことの交渉ですか？イランとの直接交渉ですか？それともパキスタン経由みたいな？いい質問だ。実はパキスタンが仲介者として動いているのだ。パキスタンの陸軍参謀長アシム・ムニルがテヘランに到着して両国の歩み寄りを探っているのだ。でも背景にあるのはホルムズ海峡の問題なのだ。ホルムズ海峡、ずんだもん。世界中のタンカーの3分の1がそこを通るって本当ですか？その通り、世界の石油流通量の3分の1がホルムズ海峡を通るのだ。幅は最も狭いところでわずか21キロ。つまりイランは線を閉じたら世界経済が麻痺するのだ。21km、ちょっとその幅だと本当に支配できちゃう立場なんですか？イランがここを通りたかったら通行料を払えみたいな？その通りなのだ。実はこれがアメリカとイランの争点なのだ。ルビオ国務長官が NATO 外相会議で、もしイランがホルムズ海峡を統制して通行料を取ろうとするなら我々はプラン B を実行すると言ったのだ。つまり軍事力で線を開き直すという意味なのだ。プラン B、つまりもし話し合いで妥結できなかったらフランスとイギリスが主導する海軍派遣を実行するってことなんですね。でも実質的にはイランと西側の武力衝突なのだ。もし大陸間弾道ミサイル、ドローン、あるいは海上での衝撃戦が起きたらホルムズ海峡は一時的に閉鎖される可能性があるのだ。待ってください。閉鎖ってこれは身近な例で言うと、コンビニの店員さんが突然営業終了って言って鍵をかけちゃうみたいな話ですね。でもホルムズ海峡の場合は世界中のコンビニが同時に営業停止になるってことですか？その例えは完璧だ。そして日本の場合、この営業停止があなたのガソリン代に直撃するのだ。日本は原油の 90% 以上を中東から輸入しているのだ。そして日本の石油備蓄は合計で90日分だと言われているが、実は民間在庫を合わせても実質70日程度なのだ。70日？つまりホルムズが1ヶ月以上閉鎖されたら日本の石油は逆算で不足し始めるってことですか？どういう状態になるんですか実際に？ガソリンスタンドで在庫切れ、摩擦が出始めるのだ。トイレットペーパーのようにね。ただしトイレットペーパーと違う点はガソリン代の急騰が同時に起こることなのだ。備蓄が減ると限られた石油を奪い合うからガソリン1リットルが200円、300円になる可能性もあるのだ。ちょっと整理させてください。トランプが交渉決裂なら空爆と言っている。でもイランをワンチマタ諸国に賠償請求で強硬化している。つまり両国とも引くに引けない状態になってるってことですね。その通りなのだ。イランは国連で UAE、サウジ、カタール、バーレーン、クウェート、ヨルダンに戦争被害の賠償請求をしているのだ。つまりイラン側は国際法を味方につけたいという強き姿勢を見せているのだ。国際法を味方に、つまりイランは軍事ではなく法律で勝つ戦略をとってるんですね。だからアメリカ側としても軍事オプションを出さざるを得ない状況に追い込まれてるってことですか？でもね、私は思うんだ。トランプが空爆を検討中ってリークするのってイランへの心理的圧力
じゃないですか。本当にやるぞ、という脅迫。そうなると、イランだって、見栄を張らざるを得なくなる。だから、もしかして、報復ドミノに入る可能性もあるんじゃないかしら。メタンの指摘は鋭い。つまり、この3日間は本当に運命の時間なのだ。トランプが最終判断を下すまでの間に、パキスタンの仲介がうまくいくか、イランが一歩引くか、それともアメリカがプラン B を発動するか、その決断が日本の来月のガソリン代を決めるのだ。では結論だ。もし軍事衝突が起きた場合、日本が取るべき対策は4つあるのだ。第1にガソリンの事前購入。第2に電力コストの削減。第3に円安回避資産の構築。第4に代替エネルギーへのシフト。すべてをこの1週間以内に検討すべきなのだ。実は僕らって地政学的リスクにめっちゃさらされてる立場なんだ。アメリカとイランの外交ゲームの駒になってる。だからこそ情報を先読みして準備することが大事なのよ。ずんだもんの言う1週間以内ってのは本気で準備のラストチャンスだと思ってほしいわ。明日はイラン側の軍事準備についての続報を扱う予定なのだ。ホルムズ海峡での報復ドローンの可能性も含めて深掘りするのだ。チャンネル登録と高評価で応援してほしいのだ。また明日なのだ。